そうです。ネパール料理とても美味しいです。小原ちゃんは何が好き？そうですね。僕はやっぱりちょっと小耳に挟んだんだけど、今カトマンズの市長さんが、さあその神様がさ実際に生きている人間とこう重ねて見られてるっていうのがすごく不思議だよね。早速質問に行ってみましょう。まずはこちら。今回はどんな旅だった？そうですね。今回もとても穏やかでいい旅でした。そうだったんだね。そもそも今回小原ちゃんがネパールに渡航しようと思った動機って何だったの？そうですね。ネパールもとても居心地が良くて、本当に心も体ものんびりできるので、今回も帰ろうって思いました。そうなんだね。小原ちゃんはもう今まで何度もネパールには行ってるんだっけ？そうですね。もう数えきれないぐらい行ってます。初めて行ったのってどれくらい前だっけ？それはね、おそらくもう15年ぐらいは前かな。そうなんだ、はい、もう長い付き合いなんだね。そうですね。そっかそっか。あとさ、ネパールにはカンボジアの家族みたいな存在っているの？お家に一緒に住んでるっていう人はいないですけど、やっぱり何度も行ってると、もう顔とかも覚えてもらって結構久しぶりみたいな人はたくさんいます。そうなんだ。いいね。いや、ネパールに帰るのもワクワクするね。そうですね。とてもワクワクします。そっかそっか。ありがとう。じゃあ続いてこちら。ネパールとカンボジアって文化的に大きな違いはある？これさ、生活感の違いとかもだし、映像を見てるとカンボジアよりも高層建築とかが、多く見えたんだよね。あと、乗用車も結構たくさん走ってるように見えたからさ、そのあたりがカンボジアと違ったりするのかなって思って、そのあたり教えてくれるかな？はい、そうですね。カンボジアでご紹介したのはほとんどが村の映像だったので、意外かもしれないですけど、高層建築はカンボジアの方が多いと思います。そうなんだ。はい。へー。ご紹介したネパール編はカトマンズの場面は結構多かったと思いますけど、カンボジアの同じ首都のプノンペンはもう本当に近代化が進んでて、高層ビルたくさん建ってます。意外なもんだね。はい。そっかそっか。じゃあ小原ちゃんにとってもカンボジアとネパールは、そこまでのギャップを感じずに過ごせる場所なのかな？そうですね。雰囲気もそこまで違いはなくて、とても穏やかで和やかなので似たような感じかなとは思います。ありがとう。じゃあ続いて、日本円とネパールルピーの価値かなり近いようだけど、ネパールの物価ってどんな感じ？これ本編の中でも言ってくれてたけど、ネパールルピーのレートが 1.1 円だったよね。そうでしたね。その時はそうでした。日本円と、ほとんど同じ価値ってことだけど、そうなると物価も、近いものがあるのかどうかなってちょっと気になって。そうですね。米ドルに対してのレートはほぼ似てるんですけど、やっぱり現地の物価はまだネパールの方がリーズナブルでお安いです。例えばどんなところでそれを感じれるかな？そうですね。例えばドーナツみたいなものを一袋買おうとしたら、日本だといくらぐらいかな？100円以上はするよね。しますよね。それがね、袋に詰め込んでもらっても20ルピーぐらいなんで20円ちょっとかな。すごいな。はい。たくさんおやつ食べれちゃうね。そうですね。あと僕の行きつけの食べ物屋さんで、たらふく食べても200円もいかないぐらいでお腹いっぱいになります。最高だ。僕も行ってみたいな。ぜひ来てください。そっかそっか。ありがとう。じゃあ続いて、
ネパール料理は日本人の口に合う？これさ、もう日本でもネパール料理店って結構たくさん見かけるよね。そうですね。ちなみに僕も大好きでさ、特にカレーが大好きで、結構本場の味的なねお店に行くんだけど、なんかすっごくなんて言うんだろう、日本人にとって食べやすい味だなって感じるんだよね。もうそれって本当に本来本場でもそういう味なのか、それとも日本人に食べやすくアレンジしてくれてたりするのかなって気になって。そうです。ネパール料理とても美味しいです。そして辛さは、スパイスの辛さはもちろんあるんですけど、そんなに辛すぎて食べれないっていうことはあまりないです。へえ、そうなんだ。小原ちゃんは何が好き？そうですね、僕はやっぱりモモです。モモ？はい、ごめんなさいね。ネパールの定番言っちゃいましたけど、いわゆる餃子。ネパール餃子。ネパール餃子。はい。餃子です。蒸したモモだったり、あと油で揚げたものもあります。中華料理の餃子とはまたちょっと違う感じもあったりするの？蒸した餃子だともうほぼ蒸し餃子かな。ただ中身のお肉が牛肉バージョン、豚肉バージョン、あとムトン、羊肉かな。その3つをこう選ぶみたいな。あと野菜だけのもあります。そうなんだ。はい。ちょっと関係ないかもだけど、ネパールってもうどんなお肉でも食べていいの？そうですね。ヒンズーの方は牛を食べないっていうのは通説ですけど、ローカルに入ると気にせず食べる方もいるし、ちゃんと食べない方もいるみたいな感じでした。そうなんだね。はい。じゃあいろんな価値観が認め合えているっていう感じかな。そうですね。そうなんだ。あとね、外せないのが、ダルバートという、ワンプレートにご飯とか、豆のスープとか、野菜とかがこうワンプレートに乗って出てくるネパールの定番料理も美味しいです。へー、いいな。その中にはカレーもありますよ。最高だね。はい。日本のねネパール料理店とかでもさ、結構プレートにねカレー、ちっちゃいカレーがさ、2,3 種類入って、でご飯と、チキンとサラダが乗ってるとかっていうものとかよく見るけど、ああいう感じかな。それがまさにダルバートです。そうなんだ。いいな。僕も一度本場で食べてみたい。ぜひぜひ来てみてください。あと最後にこれちょっと聞いてみたいんだけど、小原ちゃんネパールでこれはちょっときつかったな、苦手だったなみたいなものってあった？なるほど。ネパールの料理はとても美味しいので、どれでも美味しくいただいたんですけど、ただね、サラダが、日本で頼むとサラダって野菜が持ってくるじゃないですか。それがもう全ての野菜が輪切りで出てくるんですよ。輪切り？はい。例えば人参とか、大根、玉ねぎがこうレタスの上に乗っかって出てくるみたいな。だから例えばその玉ねぎがとても辛いっていうのかな。こう涙が出るやつ。そうなんだ。だったり、あと青唐辛子がそのまま必ず乗ってきて、さすがにそれは食べれなかったです。すごいね。そっかそっか。ネパールの人はでも青唐辛子をかじって食べるみたいです。うわ、やっぱり強いんだね、辛さに。すごいですよね。そっか。はい。ありがとう。じゃあ続いて、もしネパールに観光に行くなら、小原ちゃんのおすすめの場所や過ごし方ってある？そうですね。今回は首都のカトマンズを中心に、バクタプルとあとはルンビニをご紹介したんですけど、その他にもやっぱりたくさん昔ながらの街並みがあって、例えばパタンとか、あとキルティプルっていうところもとても素敵です。それはね、街並みが本当にノスタルジックで。へえ、そうなんだ。そうです。ネパールが今の形になる前に栄えてたのがバクタプルとカトマンズとパタンって言われていて、だからもう1000年以上の歴史がある建物がたくさん残ってます。1000年、すごいね。あとはやっぱりヒマラヤに囲まれた国なので、山を見るとか、あと
チャレンジできる人はトレッキングとかもとても楽しいと思います。トレッキング？うん。山を登るやつかな。そうですね、山を登るやつですね。でもそんなにあれですよ、エベレストにチャレンジとかじゃなくて、こう例えば日本で言ったら富士登山みたいなイメージで登れます。そうか、確かにね、チャレンジャーの人はぜひ行ってみてください。はい、きっと価値観変わるぐらい美しい景色だと思います。そっか、ありがとう。じゃあ続いて、最初にも少し話したけど、今回お祭りに参加したんだよね。そうです。改めてどんな雰囲気だったか教えてくれるかな？はい、僕はネパールの最大のお祭りと言われるインドラジャトラというお祭りに参加したんですけど、とてもエキサイティングでした。そうなんだね。やっぱりネパールの人たちにとってそれだけすごく大きな大事な行事なんだよね。そうですね、インドラジャトラは雨季の間の雨に感謝するという意味合いが強いので、みんな街中の人とか多分他の街からもたくさん訪れてましたね。そうだよね。だってさ、大統領来てたよね。そうですね、ネパールの生神様クマリがお目見えする初日には大統領をはじめいろんな要人の方が列席してます。すごいよね。なんだかさ、僕たちからするとさ、宗教とかそういったものに関してのことを国を挙げて行事にしちゃうっていう感覚ってすごく不思議に感じちゃうんだよね。なるほど。でもインドラジャトラがヒンズーだけのお祭りというイメージはなくて、どんな宗教の方も一緒に収穫に対して感謝をするという雰囲気だと思います。そっかそっか、そうだよね。本編の中でもヒンドゥー教や仏教や、いろんな宗教がね共存してるってことも言ってたし、それもすごく素敵なことだよね。そうですね。あとさ、お祭りの中心になる存在クマリ、女の子だよね、出てきてたけどさ、改めてクマリって何者なのかな？クマリはですね、ヒンドゥー教と仏教の同一神とみなされています。同一神？はい。そしてネパールの守り神であるタレジュという女神様がいらっしゃるんですけど、その方の生まれ変わりであり、そしてヒンズーのシバ神の奥さんのダークサイドの生まれ変わりでもあると言われてます。そうなんだ。はい。さあ、その神様がさ、今実際に生きている人間と重ねて見られてるっていうのがすごく不思議だよね。そうですね、これはネパールならではの伝統かもしれませんね。生神様ってやつだよね。そうですね。ちなみに仏教徒の家庭から選ばれます、クマリは。仏教徒の家庭。そうです。だからヒンズーと仏教の同一神というのはそういう意味です。そうなんだ。本当につながりが深いんだね。そうですね。ちなみに、ヒンズーの、いわゆる有名な三大神の中の一人のビシュヌ神というのがいらっしゃるんですけど、その方の9番目の化身がブッダであるということも言われています。へー、面白いね。面白いです。そうなんだ。なんだか知れば知るほどね、どんどん気になることが増えていっちゃうよ。奥が深いです。僕もちょっと勉強してみよう。はい。あとさ、これちょっと恐れ多いんだけどさ、生神様のクマリは、日頃日常生活でどういう風に過ごしてんのかなって気になって。そうですね、日常生活を垣間見ることは僕たちにはできないんですけど、クマリにはクマリの館という家があって、その中で生活しているそうです。へー、そうなんだ。はい。そしてカトマンズのダルバール広場にクマリの家があるんですけど、その家は夕方の4時に中に入ることができて、入れちゃうの？家の中というか中庭、敷地内にね。そうです。そこで敷地内からクマリが窓から覗く姿を見ることができる時もあります。そうなんだ。はい。
まあでもやっぱり謎のベールに包まれてる存在ではあるね。そうですね。だからお目見えするという機会がほとんどないので、その先ほど言ったインドラジャットラの時は本当に人が集まってとても熱狂してます。へえ、そうなんだ。僕も機会があったら見てみたいな。はい、ぜひ来てみてください。ありがとう。じゃあ続いてなんだけど、今小原ちゃんも話してくれたようにヒンドゥー教と仏教が共存しているのがネパールっていうことなんだけど、やっぱりその宗教間の価値観の違いってあると思うんだけど、それをどうやって乗り越えてるのかなって思って、すれ違いが起こったりすることはないのかな？そうですね、すれ違いというのは起こらないと思います。へえ、そうなんだ。はい。というのが、それぞれのお互いの宗教というよりも人間性で見ているという人が多いです。素敵だね。なのでそんなに宗教同士の争いとかはないんじゃないかな。そして街を歩いててももうヒンズー教の寺院の隣に仏教のストゥーパがあったり、平気でするので、もうそもそもがそういった街なんだと思います。へえ、そうなんだ。その価値観の違いを認め合う姿勢って本当に学ばされるものがあるよね。そうですね、もう人間本来の魅力を見ようとしてるんだと思います。へえ、素敵なことだね。そういった価値観が世界中にももっともっと広まっていったら素敵だね。そうですね。ありがとう。じゃあ続いてなんだけど、ネパールは仏教とヒンドゥー教の割合は、あと他の宗教もあったりするの？はい、そうですね。ネパールはいわゆる国の宗教はヒンズー教なんですけど、他の宗教の方ももちろんいらっしゃいます。へえ、そうなんだ。そして割合はヒンドゥー教が 81% と圧倒的な数は占めています。へえ、すごいね。はい。そして仏教の方は 9% ぐらいだそうです。そんだけなんだ。もっといるイメージだった。ですよね。でもやはり街にいてもそんな宗教を感じさせるようなことはないので、そんなに宗教に対しての見た目、価値観の違い、とかっていうのはそんなに表に出てないと思います。まだそれぐらい本当に当たり前なレベルで染み込んでるもの、わざわざ特別に扱うものでもないってことなんだろうね。そうです。本当にね、神様の存在というか、街中にこう神様がいらっしゃるし、通りがかりに祈ったりするんですよね、みんな。こう歩きながら、こう神様寺院の前を通ったらちょうど手を合わせるとか、そんなのが本当に自然にできてる国なので、本当染み込んでるんだと思います。そっか。じゃあ小原ちゃんもさ、郷に入らばなんとやらみたいな感じでネパールにいるときは手を合わせたりするの？そうですね。手を合わせるって言いましたけど、なんて言うんですか、こうティッカっていうところ、眉間のところにポンってこう、拳を持ってきて祈るみたいなスタイルをよく見かけるので、僕もやっぱりそうですね、郷に入らばみたいなところで、やっぱり挨拶がてら結構回ってます、神様のところは。そうなんだね。ありがとう。じゃあ続いてなんだけど、ネパールの社会システムで特徴的なところってあるかな？例えば仕事、教育、政治、福祉とかさ、そのあたり教えてもらってもいいかな？なるほどね。ですね、僕がネパールで一番驚いたのは、日曜日が仕事というところです。日曜日が仕事？そうです。学校も、いわゆる大人の方も、日曜日は休みじゃないです。へえ、そうなんだ。なんで？ね、なんでなんでしょうね。ただね、仕事は10時から16時までが基本。ゆったりしてるね。そうです。いいな。その代わり週休1日という感じだそうです。休日が少ない代わりに平日の仕事時間はなるべく短くみたいな感じか。そうみたいですね。だから、車が増えるのはやっぱり10時前と4時のちょっと過ぎたぐらいがとても街の中の車が増えます。そうなんだね。はい。ちなみにネパールでは普通に会社勤めをしてるサラリーマンの人たちとかっていうのも当たり前にいるの？そうですね。スーツを着てる人っていうのは見かけないですけど、
まあサラリーマンはたくさんいると思います。そうなんだ。うん。そっかそっか。あと教育とかはどんな感じ？教育はどうですかね。ちょっと深掘りはしてないですけど、どうなんでしょうね。はい。そうなんだね。あとさ、はい、ちょっと小耳に挟んだんだけど、今カトマンズの市長さんが元ラッパーだったとか。そうなんですよ。びっくりしますよね。びっくりしちゃって、そういった人でも市長さんに選ばれるっていうのはある意味すごくなんだろうな、いい環境だよね。ね、どのような経緯で選ばれたかは僕もわからないですけど、今このお話ししている時点でのカトマンズの市長さんは元ラッパーでとても有名な方みたいです。すごいよね。バレンシャーさん、 YouTube で調べるとかっこいいミュージックビデオたくさん出てきます。気になる。僕も見てみよう。はい、見てみてください。ありがとう。じゃあ最後になるんだけど、ここまでいろいろ聞いてきたけど、小原ちゃんにとって改めてネパールってどんな場所なのかな？そうですね、ネパールは僕にとってとても暖かい場所です。人もね本当に暖かくて、それこそ僕が覚えてないのに、道端でお帰りって言ってくれたりする人も本当にいるし、なんかまた帰って行きたくなるような場所ですね。カンボジアともやっぱりそのあたりはね似たような雰囲気があるのかな？そうですね。そうなんだ。これからもどんどんねネパールの景色も伝えていってほしいな。はい、僕たちも楽しみにしてるよ。ありがとうございます。これからも何回もネパールには帰るので、また機会があったらお伝えします。ありがとう。はい、ここまでたくさん小原ちゃんに答えていただきましたが、いかがだったでしょうか？僕も個人的にねいろんな発見やもう勉強がたくさんありました。何よりもやっぱりいろんな価値観が共存しているところかな。自分と違う価値観も認め合って一緒に生きていくってすっごく素敵なことだと思うんだよね。そういうものがやっぱり世界中にもっともっと広まっていってくれたらすっごく素敵な世界になるなと思います。これからも小原ちゃんがきっと素敵な景色をもっと届けてくれると思うので、皆さんもよろしくお願いします。この番組は視聴者参加型を目指しています。動画コメント欄やインスタの DM などどんどん質問をお寄せください。ただいま.earth公式インスタグラムも更新中。概要欄をチェックしてみてくださいね。では次回のシリーズでお会いしましょう。じゃあ行ってきまーす。